ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。角田裕樹は飛躍的に進歩していると元 F1 王者のヒルが評価。リカルドの苦闘に彼がマクラーレンに移籍した時のことを思い出すとノリスの話題です。ウィザ・キャッシュアップ RB のダニエル・リカルドの F1 キャリアは消滅の危機にあり、リカルドにとってマクラーレンでの悪夢を彷彿とさせるものとなっています。1996年ワールドチャンピオンのデーモン・ヒルはマクラーレンのランド・ノリスのキャリアを終わらせると警告したことが自分に跳ね返ってきたと考えているようです。ノリスはリカルドの現在の RB での苦闘について、彼がマクラーレンに移籍した時のことを思い出すと話しています。またヒルは角田裕樹選手は飛躍的に進歩していると評価していて、リカルドが調子を落としたのではなく角田選手が調子を上げてきたとし、リカルド B 期でリカルドが角田選手に勝っているはずだからといって角田選手のパフォーマンスを下げるのは不公平だと指摘しています。リカルドはレッドブル、ルノー、マクラーレンと恵まれたマシンに乗ってきたために実績は良いですが、 RB の同じマシンの結果では角田選手の方が純粋に速いということになります。リカルドは急に遅くなったり不調に陥っているわけではないのかもしれません。リカルドの F1 キャリアは消滅の危機にあり、リカルドにとってマクラーレンでの悪夢を彷彿とさせるものとなっています。ヒルはマクラーレンのノリスのキャリアを終わらせると警告したことが自分に跳ね返ってきたと考えています。 RB の角田選手に常に劣勢を強いられているリカルドは新シーズンのスタートで絶望的な状況に陥ってしまい、 F1 の将来をかけて戦っている状況です。先週RB チームが来月のマイアミグランプリを前にリカルドの後任を探す可能性があると報じられましたが、チームは憶測を打ち消しています。レッドブルはメディアを利用してドライバーのモチベーションをコントロールすることはよくやっていることだとメディアは指摘しています。スペインのアズ紙はマイアミグランプリ用のマシンにリアム・ローソンが乗っているのを目撃している人がいると伝えています。リカルドの現在の苦闘について尋ねられたノリスは次のように答えています。彼がマクラーレンに移籍した時のことを思い出すよ。 F1 ネーションのポッドキャストでヒルは次のように話しています。2020年のエミリア・ロマーニャグランプリでスカイの F1 インタビュー中にリカルドがノリスの言葉を遮り、将来のチームメイトにマクラーレンでキャリアを終わらせてやるつもりだと警告したことを思い出した。確かイモラでスカイと一緒に何かをやっていてランドにインタビューしたのを覚えている。彼がマクラーレンでランドと一緒にドライブすることになったというニュースがあって、彼は通り過ぎた後ランドに近づいていってちょっと冗談っぽい感じでこう言ったんだ。お前を終わらせてやるってね。痛い。ちょっと大胆なコメントだと思ったのを覚えている。そしてそれは逆になった。ヒルはセットアップをいくら探し求めてもシーズン中に何回もできることではないと指摘しています。彼はマクラーレンで居心地がいいとは感じていなかった。常にセットアップを探し求めていた。そして今 RB から同じような話が出ている。そうやってできることは何回もないよ。ヒルはリカルドがマシンに要求することにうるさいドライバーになってしまったのではないかと懸念しています。彼は成熟が早すぎたドライバーの一人で、自分の車がどう好きかについてうるさくなってしまうのかもしれない。まだ若いうちはそんな質問はしないものだ。ベアマンを見てごらん。彼らは一回走っただけであとは何も知らずただ走るだけなんだ。一度多くの経験を積んでしまうとその経験が他の全てを上書きしてしまうことがある。そしてセットアップや車のフィーリングにまた良い経験を求めてしまうのだが、それは別の車であるために得られないものなのだ。
勇気のような人はこれが現実なんだ、運転しなければならないんだと言われてきた。彼はただそれに取り組んでいて、ダニエルは別の何かを探している。セットアップの成功経験を別の車でも求めてしまい、別の車だから得られることはないとヒルは指摘しています。セバスチャン・ベッテルも同タイプらしく、リカルドは車やセットアップを選ぶ必要があるタイプということです。セバスチャン・ベッテルもそうだった。ディフューザーを失った途端、急に運転が難しくなった。あるドライバーにはあるスタイルがあり、彼らにはあるセットアップが必要で、ある種の車が必要なんだ。しかし偉大なドライバーが皆そうなのかといえば違い、アイルトン・セナのようなドライバーはハンドリングを気にすることはないとヒルは指摘しています。疑問なのは、偉大なドライバーたちはそれに順応しているのかということだ。アイルトン・セナのようなドライバーはマシンのハンドリングを気にするだろうか、それともそれを克服し圧倒するだろうか。私は後者が真実だと思う。ある時点でダニエルにこう言わなければならない。いいか、君のキャリアはもうすぐダメになるんだ。決して見つけることはできない。それは来ない。またヒルは角田選手が飛躍的に進歩していることを評価し、リカルドが調子を落としたのではなく、角田選手が調子を上げてきたと指摘しています。勇気が調子を上げてきたのにダニエルが調子を落としたと解釈するのは少し悲しい。彼は間違いなく素晴らしいドライビングをしている。とてもいいドライビングをしている。ダニエルが彼に勝っているはずだからといって勇気のパフォーマンスを下げるのは少し不公平だ。角田は飛躍的に進歩していると思う。リカルドは純粋な速さで勝負するタイプというより、自分好みのマシンに調整してようやく力を発揮できるタイプということですね。リカルドはレッドブル、ルノー、マクラーレンと恵まれたマシンに乗ってきたことから、そこを差し引いて RB での現在のリカルドの実力はレッドブルやルノー、マクラーレンの時とも変わらないでしょうし、同じマシンでは角田選手の方が純粋に速いということになりますね。リカルドは急に遅くなったり不調に陥ったわけではないのかもしれません。クリスチャン・ホーナーは常にリカルドをサポートしてきました。ホーナーはマクラーレンでのリカルドの苦戦に驚き、レッドブルの幅広いプログラムに戻ることでリカルドの能力を最大限に引き出せると考えていました。 ESPN によると、関係者の情報筋はホーナーは信念に変わりはないが、ホーナーもすぐにリカルドに明確な好転が見られなければ闇雲に固執することはないだろうと語っているそうです。熾烈な F1 の世界では歴史的なリザルトの数々を指し示してみてもそれほど大きな意味はありません。スペインのアズ氏はマイアミグランプリ仕様のマシンにローソンが乗っているのを目撃した人がいると伝えていて、憶測に過ぎない可能性もありますが、それだけリカルドには残された時間が少ないということを示しているのではないかと思います。 RB チームの代表であるローラン・メキースはリカルドが乗りやすいマシンを提供すると話していますが、マクラーレンができなかったことを RB ができるのでしょうか。ヒルが指摘するようにリカルドに誰かがキャリアの終わりが近づいていることを伝えた方が良さそうですね。角田裕樹は飛躍的に進歩していると元 F1 王者のヒルが評価。リカルドの苦闘に彼がマクラーレンに移籍した時のことを思い出すとノリスの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。